こんにちは。日本語クラスです。今日はちょっとだけ怖い話をします。短い時間話しますって意味じゃなくて、怖いレベルがちょっとだけという意味のちょっとです。はい。ですから、怖いのが嫌いな人でも大丈夫ですよ。聞くことができます。安心して聞いてください。はい。これは日本人の中でとっても有名な話です。はい、ぜひ日本人の人にもこれ聞いてみてください。はい、知ってる、聞いたことあるよっていう多分皆さん言うと思いますよ。はい、この話は実はもう40年前ぐらいから、子供の時、日本人の子供がよく、この怖い話に夢中になった、すごい好きってことですね、になった話です。はい。だから子供の時に日本で育った日本人だったら知ってる人が多いと思います。はい。じゃあ行きましょう。この写真を見ての通り、そうなんです。学校、それも小学校です。小学校についての怖い話が有名です。はい。ここにも書いてあるんですが、学校の七不思議と書いてありますね。はい。7つの不思議があると言われていて、例えば一つ紹介すると、ここにピアノがあります。グランドピアノがあるんですが、音楽室、学校には音楽室がありますね。そこのピアノが、授業が終わってもう学生も誰もいない、先生もいないはずなのに、ピアノの演奏、誰かがピアノを弾いている音が聞こえるという話がまず一つ有名です。はい。もう聞いてわかる通り、そんなことはないってね。そうなんですよ。そんなことはないんですよ。はい。ピアノをね、学校の先生が練習してるのかもしれないけど、誰もいないはずなのに聞こえるとかそういうのはないです。はい。でも子供ってそういうの大好きですよね。そうだからそういう7個の怖い話っていうのがあります。はい。あとはもちろんこの、模型、人体模型が、動き出すとかね、なんかそういうのですよ。はい。でも小さい子供ってそういうのそうかも、動くかもとかって本当に信じたり怖いって思ったりしますよね。そう、でその中でもこれから話す話は一番有名だと思います。はい。それはトイレです。はい。トイレ、日本の小学校のトイレは、入ったことある人少ないと思いますが、結構古い学校が多いので、ちょっと暗かったり、掃除してるから綺麗なんだけど、大体が和式。私が子供の時は和式タイプでした。洋式じゃなくて、日本の古いスタイルのトイレ。そうで、ここには3つしか写真の中にはトイレ3つしかないけど、こっちの反対側にも3つあるんですね、大体ね。だから6個あって、でここに怖い話があります。はい、お話ししますね。それは、女の子のトイレの中です。男の子のトイレではこれは起きないんですね。なんでですかね。女の子のトイレで、学校の建物の3階のトイレで起きる。女の子のトイレ3階で、前から3番目のトイレ、この123番目のトイレ、なんかこれちょっとドアが開いてるように見えませんかね。この絵はそういう風に描いてるんだと思うんですけど、でこの3番目のトイレを、学校が終わった後、もう授業はない、ほとんどみんな帰ってる時にここに行ってわざわざ行ってここのドアを、ドア閉まってるんですね。閉まってて誰も入ってない、トイレに誰もいない。でここのトイレに前のとこに立ってノックする。コンコンコンって。
それを3回扉を叩くんですね。ノックして、そして言います。花子さん、いらっしゃいますかって聞くんです。いらっしゃいますかはいますかですよね。そう、いますか、花子さんいますかって聞くんです。そしたらこの誰もいないはずのトイレの中からはいという声が返ってくる。はい、ここから誰もいないはずなのにはいって答えた。あーって。でそうするといるんだと思ってドアを開けると、これです。あれ、女の子がいるって。はい、これが花子さんです。はい、花の花、フラワーの花に子供の子、花子さん。はい、で花子さんは小学生。はい、で、これコンコンコンってするのも小学生だから、同じ小学生同士です。だからここで一緒に遊ぼうっていうこともあるし、最後はですね、この花子さんにトイレの中に引っ張られて入れられるっていう、連れて行かれるというのが怖い話なんです。何それってね。そう大丈夫です、あんまり怖くないです。はい、でも子供はもう100点で怖いです。これはもうトイレだっていつも使ってるトイレですよね。だってこれ3番目のトイレいつも使うよこれ。だってあそこのトイレだけ入らない、3階の3番目のトイレだけは昼間も入らないとか言ってたら、いやいや授業に間に合わないからみんな使います。でも授業の後これコンコンってやったら花子さんがいるっていうのはやっぱりちょっと気持ち悪いですよ。そうで、これは花子さんはお化けです。はい、もちろん生きていませんよ。そうでもこういう女の子がいるっていう噂みたいなものです。はい、でこれはもうとってもとっても有名なので、日本ではもう何回も映画になったし、漫画とかアニメにもなってます。はい、だから皆さんぜひ YouTube とかでも何か探せると思います。はい、でこれ40年前からもうある話だし、私が小学生の時にももうもちろん知ってたし、で今でも今の子供たちも知っているらしいです。はい。ね、すごいですね。花子さんは大人気ですね。すごいと思います。はい。ですので、こういうなんか何それっていう話ですが、これ日本人の人にぜひ聞いてみてください。花子さん。はい。ね。でもなんでしょうね。でも最終的にはこの花子さんに引っ張られてトイレに一緒に入れられて、殺されるっていう話なんですけどね。そうだからなんか夜はトイレに行かないでくださいとか、学校に来ないでとか、そういうこともなくて、なんか何なんでしょうねこの話ね。よくわかんないですけど、はい、有名なので今日は紹介しました。はい、どうだったでしょうか。じゃあ皆さん、もっといやいや勉強したいんだよっていう人は私の YouTube でいろいろ勉強できます。はい、ニュースを読んで日本語を勉強するというのもあるし、JLPT N1N2 ビジネス日本語、これ全部私の YouTube で勉強ができます。見てみてください。そして、読解 JLPT の読解勉強したい人は N2 と N1 あります。はい、これは私の YouTube じゃなくて、ビデオレッスンの、私のオンラインレッスンの中で勉強できますので、リンクを、今日のコメントのところに書いておきます。ぜひ、そこから入って見てみてください。